こんにちは。お絵かきツール講座第3弾です。今回は色の塗り方ですね。よろしくお願いします。特にこの塗りつぶしツール、これの使い方を重点的にやっていこうと思います。まず最初はね、僕の使ってるクリップスタジオの解説から。さあ、なんか適当に絵を描こう。はい、こんな感じでとりあえず線画を描いていきました。これにね、色を塗っていこうと思うんですが、塗りつぶしを使っていきますね。まず、これで髪の毛、あえてね、今回結構複雑な髪型にしてあります。塗りつぶししづらいようにね。で、まずはじゃあ線画のレイヤーに塗りつぶしをしてみましょうか。そうすると、こう設定によっては細かい毛のね線が潰れてしまったりとするわけですね。あとはここら辺の数値をいじると、さらに潰れてしまう。これ領域拡色とか潰れてしまいますね。あとは逆にこう線の手前で塗りつぶしてしまうがために白い部分が残ってしまったり、潰れてしまったりするわけなんですよ。今日はこうならないための塗り方をやっていこうと思います。こうならないためにはどうするか。まずはですね、他のレイヤーを使います。線画のレイヤーに使ってしまうと、先ほどのようなことが起こった場合に対処しづらい。どうするかというと、線画のレイヤーの下に、第1回もやりましたね、線画のレイヤーと塗りのレイヤーを分けます。で、下のレイヤーに塗りつぶしを、こうなってしまうんですね。はい、そうなんですよ。このレイヤーは何も書いてないから、塗りつぶした時に全体を塗りつぶしてしまうんですね。で、そんな時に出てくるのがこのレイヤーの参照ですね。参照っていうのは、どのレイヤーに塗りつぶしを適用するか、そんな感じのことですね。これ編集レイヤーのみを参照していたので、全体に塗りつぶしが効いてしまったわけなんですが、ここで他のレイヤーを参照、これを選んでいきます。こうですね。で、ちなみに先ほどやった時に線画のレイヤーで塗りつぶした時にこう細かい線が消えてしまうくらいの設定で、このまま下のレイヤーに塗りつぶすことでこの下もちゃんと塗れていると。で、線画のレイヤーは消さない。これが綺麗に塗りつぶしを使うコツですね。ちょっと解説用に別の書きますが、まずこれが黒にしよう。これがじゃあレイヤー A としましょう。で、これが
レイヤー B です。で、その下にレイヤー C で水色を塗りつぶすとしますね。で、レイヤー C で編集レイヤーのみ参照で塗りつぶすと、もちろんこうなります。全体が水色になって上の線画は残ると。で、次他レイヤーを参照で、ここの設定、他レイヤーの参照元の全てのレイヤーにするとどうなるか。全てのレイヤーを参照するので、上にあるレイヤー全てを参照します。こうなるわけですね。で、さらにもう少し進んだところで参照レイヤーという設定があるんですね。これをじゃあこれかな、レイヤー A を参照レイヤーにする。で、その上でレイヤー C で塗るとこうなると。レイヤー A だけを参照するんです。今レイヤー B は見てない。だから、塗りつぶしはこの状態で行っている。ちょっと複雑かもしれないですね。まあ大体全てのレイヤーを使っとけば間違いないとは思います。はい。で、こんな感じで髪の毛を塗ってきましたと。で、さらにクリップスタジオの機能でとても塗りつぶしで便利な機能がありまして、こう塗ります。で、塗るときはもちろんペン先をペンタブにつけてるわけなんですが、そのペン先を離さずに滑らせていくことで隣のとこも濡れていくと。これがまあ便利なんですよ。特にこう髪の毛のね、細かい、もっと細かくしていきましょうか。こんなことになっていた時でもこう一気に塗れるんですよ。これをぜひ知っておいていただきたい機能ですね。はい。まあ、クリップスタジオはこんなとこでしょうかね。はい。アイビスペイントの解説です。アイビスペイントもね、だいたい使い勝手は一緒です。のりのレイヤーを線画のレイヤーと分けてあげましょう。今回は一番上、この IP の文字とここの四角い枠の部分を分けまして、一番下を塗りレイヤーにしようと思います。で、バケツツールですね。で、ここの 10% ってところ、ここにいろいろ細かい設定はあるのですが、デフォルトが簡単設定というものになってます。これが優しい作りで分かりやすいと思います。まずこのままだとあれだね、全てのレイヤー参照状態になってて、もう本当に下に塗りレイヤーを作るだけでパッと綺麗に塗れます。これすごいな、本当。で、あと細かいところを塗りつぶしたいときはこうすると狙いが定まる。定まってね、ちょっと待て。あっこんな感じですね。戻ってはい。じゃあ今度はこの簡単設定のチェックを外してみましょう。細かい設定をしつつやると。で、今度はこの下の参照レイヤーありますね。これアイビスにもあったんですね。作業レイヤーにすると上を参照しないから全体が塗りつぶされると。はい。で、これを今度は指定レイヤーにします。で、ついでにこの境界のところを不透明度にしておきますね。カラーだとうまく動作しなかったんで、
そんで、この指定レイヤーを2にすると、この2のレイヤーを参照しつつ、この下の塗りレイヤーを塗りつぶすと、こうなるわけだ。こんな細かい設定まで用意されている。すごいな。まあでも大体こちらもね、キャンバスだけ参照してればなんとかなるんじゃないでしょうか。てかそもそも簡単設定が優秀だから、アイビスは大体このままで大丈夫だと思います。はい。あと今回はメディバンペイントも一応ちょろっと入れておこうと思います。この間直接私メディバンペイントを使ってるんですみたいな声をいただいたので、その方向けにかな。まあ、基本的な使い方はどれも一緒なんですが、ここにあります。3種元、レイヤーとキャンバス。レイヤーを塗りつぶすと全体、キャンバスにすると他のレイヤーも参照すると。で、なんかそうですね、若干白いところ残っちゃいますね。その時はアンチエイリアシングだったり、これでもちょっと残っちゃうので、その時は拡張、レイヤー拡張をしてあげると綺麗になります。このレイヤー拡張っていうのに関しては、他のツールでも多分あるとは思うんですが、上のここの不透明度を落とすと分かりやすいかな。ここまで塗りつぶすよっていうところから1ピクセルさらに広げて塗ってます。2にすると分かりますかね。ちょっと塗ってる範囲が広くなっているんですよ。で、これがさらに3だと広くなって、これを多分大きくしすぎると今度は、そう、ちょっと大きすぎたな。大きくしすぎると、そう、こういうとこに干渉してきちゃうので、あまり大きくしすぎない程度のね、設定が重要になってきます。この辺の使い方は本当にどのツールも似ていまして、それこそアイビスもクリップスタジオも1個覚えれば全部に応用が効くんじゃないでしょうか。そんな感じでした。今回はこんなとこで終わっとこうかなと思います。塗りつぶし便利なので皆さん使いこなしてくださいね。はい。また次回お会いしましょう。またね。お絵描きツール講座でした。ほい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 。